円安、物価高。最近旅行に行くだけでもお金がかかりますよね。でも諦めたくない。そんな私たちが1円でも節約するなら答えは一つ。LCC の追加料金をゼロにする機内持ち込みリュック一択です。そこで最強なのがキャビンゼロ。でもいざ買おうとするとバックパックの種類が多すぎてどれが自分にいいのかわからない。そんな壁にぶち当たりませんか？決して安いお買い物じゃない分買って後悔したくないってパソコンやスマホの前でフリーズしてませんか？こんにちは。21カ国をリュック一つで渡り歩いてきたちーぼーです。身軽でチープがモットーで、過去にはこのリュック一つで2週間のアジア旅行に出たこともあります。今回はキャビンゼロの超軽量バックパック、そして高機能バックパックをそれぞれ紹介します。スペックから実際のパッキングまで徹底比較していきます。この動画を見終える頃にはあなたの相棒がどちらか答えが出るはずです。それではスタート。このチャンネルでは海外女子一人旅の Vlog やパッキング術、スリ対策など旅を楽しむヒントを発信しています。ぜひチャンネル登録の上、引き続きお楽しみください。まずキャビンゼロの魅力を簡単に3つのワードで言わせてください。それはズバリ軽量、機内持ち込みサイズ、旅人目線のデザインです。とにかく軽い。たったペットボトル1本分で世界中を旅できるって信じられますか？そして機内持ち込みサイズ。わざわざ預け入れることがないのでお金の節約にもなりますし、荷物受け取りの時間の節約にもなります。実はダブルでお得なんです。そして旅人目線のデザイン。ぶっちゃけ旅行用のバックパックって正直その機能いらないなっていうものあったりしませんか？でもキャビンゼロは創業者がもともとバックパッカーの方なんです。その経験を落とし込んでいるので旅人が欲しいなと思う機能やデザインが詰め込まれてます。さてキャビンゼロの魅力が伝わったところで、まずはスペックを比較します。わかりやすくまとめた表はこちらに載せておきます。気になる人は一時停止でチェックしてくださいね。はじめにクラシックキャビンバックパック28リットル。こちらは何といっても圧倒的な軽さ。重さは約 600g とキャビンゼロシリーズの中でも最軽量モデル。持った瞬間笑っちゃうくらい軽くて LCC の座席下にも収納できてしまう優れものです。 LCC の 7kg 制限ってバッグが 1kg 超えると残り 6kg。 でもこれなら 6.4kg も自分の荷物を詰め込める。この 0.4kg の差で大切な人へのお土産が一つ増やせます。ここで皆さんが思うこと分かります。軽い軽いって言ってるけど、どうせ軽さばっかりで生地が薄っぺらいんでしょですよね。ご安心ください。リュックには耐久性が高いとされる600デニールの生地が使用されているので、旅の相棒として長く活躍してくれます。旅人のあったらいいなが散りばめられたキャビンゼロを代表するシリーズです。続いてクラシックプロバックパック32リットル。こちらは重さを消す魔法の設計なんです。単純に重さだけで比べればクラシック28リットルの約2倍の重さ。でもただ重いわけじゃないんです。背面の肉厚パッド、腰ベルト、そして PC 専用ポケット。こちらはクラシックシリーズの基本機能にプラスして背中の蒸れにくさや移動中の背負い心地など実用的な機能が追加されたハイエンドモデルです。最大の強みは独立した背面 PC ポケット。保安検査場でリュックをガサゴソせずスマートに PC を取り出せます。仕事も旅も妥協したくない人向けですね。サイドにはドリンクホルダーもあるので移動中の水分補給もストレスフリーです。では続いて実際にパッキングしていきます。今回は7泊8日のウイグル旅行の荷物を詰めてみます。まずはクラシックキャビンバックパック28リットル。衣類はキャビンゼロさんの圧縮パッキングキューブに入れてボリュームダウン。見てください、この潔さ。メインポケットがガバッと開くのでパッキングキューブがシンデレラフィットします。リュックは荷物を取り出すのが億劫というイメージをガラリと変えるデザイン。ホテルに着いたらベッドに置くだけ。あとは片手で取り出しできる。これは想像以上に旅のストレスを解消してくれる私も大好きなポイントです。荷物をそれぞれ詰め込んで小物はポケットへ。
正直最初はポケット少ないなと思ったけど、内ポケットと前面ポケットで十分整理できるし、だからこそ7キロ制限をフルに活用できるんです。さて、荷物を入れ終えました。どうでしょう。28リットルでもこんなに入るんです。続いてはクラシックプロバックパック32リットル。同じく荷物を詰めていきます。余談ですが、皆さん同じ荷物でも入れ方一つで感じる重さが変わるって知ってますか？私は軽い荷物から下に詰めて重心を上げるパッキング術を昔から実践しています。本当に体感の重さが変わるので、騙されたと思って試してみてほしいです。さて、パッキング完了しました。さすがは32リットル、余裕がありますね。それでは背負い心地を比較してみましょう。クラシック28リットルはさすがの軽さ。リュック自体が軽いのは自分が思った以上に体幹の効果が絶大でした。肩だけで支える形状ですが、ミニマリストの人や徒歩の移動が少ない人には全く問題ないです。クラシックプロ32リットルは不思議。重いはずなのに腰ベルトを締めると重さが消えます。肩だけじゃなくて全身で支えてる感じ。これなら1日歩き回るバックパッカースタイルでもいけそうです。さて、今までスペックからパッキングまで徹底的に比較しました。あなたはどっち派ですか？私の独断と偏見によるものですが、クラシックキャビンバックパック28リットルがおすすめな人は 1g でも軽くして LCC の制限ギリギリまで荷物を詰めたい。移動はタクシーやバスがメインのミニマリストさん。クラシックプロバックパック32リットルがおすすめな人は PC を頻繁に出し入れする、現地でリュックを背負って長く歩く、旅の快適さも充実させたい欲張りさん。皆さんは軽さ命の28リットル、快適さの32リットルプロ、どちらを選びますか？さて、ここで私がウイグル旅行で新調した他のアイテムも紹介させてください。今回この2つを新調しました。一つは街歩き用リュックにも仕分けポーチにもなるエアパッキングキューブリュック12リットル。そして移動中の快適さを爆上げするクラシックトラベルピローです。私は今まで普段使いのリュックをそのまま旅行の街歩きバッグとして使ってましたが、旅行の街歩きには大きすぎるのと、旅行用のリュックは別で持っておきたいと考えてました。こちらはとってもコンパクトでミニマルなデザインがお気に入りで、必要最低限の荷物だけ持って街歩きをする私にはぴったりのサイズ感です。またリュックとして使わないときは荷物を収納する仕分けポーチになるのが最高。ストラップは用途に合わせて収納できる点も、余分な荷物を追加で持っていかなくていい身軽な旅したい人には画期的すぎるアイテムです。こちらのクラシックトラベルピローはぶっちゃけ前回の旅までは折りたたみ式のネックピローを使っていましたが、旅先でなくしたタイミングでこちらのタイプを試してみることにしました。荷物を少なくしたいという私には真逆のアイテムなんですが、飛行機でちゃんと寝れるかどうかが旅先でのテンションを大きく左右します。基本は軽量コンパクトがモットーですが、その中でも質とのバランスは重要です。軽さを優先するものと質を優先するもの、このバランスを調整できて自身の旅をより豊かに快適にすることができると思います。私も今回の旅で自分にとっていいバランスを見極めるのが楽しみです。皆さんは旅アイテムを選ぶとき質派ですか？それとも軽い安い派ですか？皆さんのこだわりぜひコメントで教えてください。さて、ここまで2つのリュックを紹介してきましたが、実際に私も次のウイグル旅行でどっちを使うかはすごく悩んでます。今回紹介した商品は私のリンクから飛んでいただくと 15% の限定クーポンが使えます。気になった方はぜひお得にゲットしてみてくださいね。ここで皆さんに質問です。空港の計量であと数百グラムでアウトってなった経験ありますか？私は着替えを着込んで荷物を身につけて必死でリュックを軽くした経験があります。皆さんもぜひコメント欄で教えてください。パッキングのこだわりやお気に入りの仕分けポーチの情報などもお待ちしてます。この動画があなたの旅を身軽にするヒントになれば嬉しいです。役に立ったなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもパッキング動画や便利な旅行グッズなども紹介してますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。